それどうも。寒い日が続きますね。そんなわけで今回はこのカゴメトマトジュースとケチャップを使ってリクエストをいただいていた暗殺者のパスタを作っていきたいと思います。何を隠そう、視聴者さんのこのリクエストを聞いて初めて暗殺者のパスタというのを知りましてね。調べたら何でも SNS でバズってるとかバズってないとか、はい、そこまで詳しいことは知らないんですが、イタリアでも流行ってるんですよね、これ。それでせっかくなんでイタリア人シェフが作ってる、イタリア語でね作ってる動画を見たんですけど、ちょっと何言ってるか分かんなかったですね。けど使ってる材料は非常にシンプルだったんで、比較的再現はしやすいかなと思いました。基本的にパスタは茹でないで焼きながらトマトの出汁を吸わせていくような、そんなイメージでしたね。基本的によく使われている材料はトマトのピューレであったりペースト、あとはホールトマト缶などが多かったように思います。それぐらいシンプルな材料で作れるっていうのは非常にいいですよね。ただ今回そのまま作るってなるとあまり変化がないと思うので、より身近なケチャップとあとトマトジュース、これらを使っていきます。この塩は何でしょう、トマトジュースの旨味を引き出したい気持ちが詰まったひと塩です。そして用意していくのは鉄のフライパンです。フッ素加工よりこちらの方がおそらく焼き色がつきやすいですね。見てて気づいた人もいるかもしれないんですけども、大きく違うのはいきなりまずパスタを焼いていくというところですね。本来であればトマトソースのベースを作って、そこにパスタを加えてオイルと一緒に焼いていくようなイメージなんですけども、それだとどうにもねトマトソースが少し焦げすぎてしまったり、思うようにパスタが香ばしく色づかなかったりと、なかなかムラがあるんですよね。まあきっとそのムラがいいとも思うんですけども、そもそもこういう風な感じで先にパスタを焼いてしまえば一番ね全体的にいい感じに仕上がるんじゃないかなと思った、そういった手法です。ここでケチャップですね。絶妙な使いかけのおかげで変な出方してますけど、とりあえずそんなに問題はないです。ここでケチャップも一緒に炒めていきます。これでケチャップのね余計な水分だったり水っぽさ、味のちょっとね尖った感じを和らげます。そして全体にケチャップが合わさってきたらリンゴ酢ですね。フルーティーな味わいのリンゴ酢を一回しかけて、これも全体に合わせます。ここはほんと少量で大丈夫です。そしたら先ほど用意しておいたトマトジュースと水で割ったトマトだしを少しずつ加えていきます。これも最初はパスタが非常にねよく水分を吸うので様子を見ながらの方がいいと思います。だいたい火加減は中火ぐらいですね。最初の水分がなくなったんでまた足していくといった感じです。この時のパスタなんですけど、あまり茹で時間とかそういったものは、考えない方がいいです。基本的に表記以上に時間がかかってしまいますから、とにかくこの出汁を加えながらパスタに火が入ってるかどうか自分の目で確認する必要があります。ここで香ばしさが損なわれないように、なるべくトマトの出汁がなくなりきってパチパチ音がねなってきたぐらいでもう一回トマトの出汁を刺していった方が個人的にはおすすめです。だいぶパスタにも火が入ってきていい感じになってきましたね。もう一押しといったところですか。パスタの色合いも美味しそうになってきましたね。誤解を恐れず言うと B 級グルメ感が満載な色になってきてると思います。そろそろ暗殺者になっていきそうな感じですよね。よし、
ということでそろそろ仕上げに参ります。最後に加えただしですね、これをあとはしっかりと吸わせていく作業です。そしてここで全体的にコクとトマトの風味を際立たせるためにバターを一つかみ加えていきます。このバターがケチャップの香ばしい香り、トマトジュースの力強さっていうのをうまくこうまとめてくれると思います。これがね、非常に重要な役割を担ってますね。あとはこの黒胡椒は忘れちゃいけないです。この黒胡椒がもはや暗殺者と言っても過言ではないです。というわけで盛り付けドレッセンに行きます。このパスタを小高く盛り付ける用のセルクルリングはなんとなく添えておいたんですけど、特になくて全く問題なかったですね。仕上げの黒胡椒で完成です。よし、いいかも。食感がやっぱ面白いな。もうちょい水分残して滑らかにしてもよかったかもしれないけど、なんだろう、これはこれぐらいの方がいいかもしれないな。なんかあんまり水分がありすぎるとね、上品になっちゃってちょっと違うような気もする。ちょっと焼きそばっぽさもあるから、この香ばしさが、豚肉とキャベツ入れてもいいかもしれないですね。これアレンジだいぶ効きますわ。最後の一かけらのバターが超いい。というわけで俺式暗殺者のパスタでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。